100年経っても戦えるモビルスーツ MSN00100 式。1年戦争後、モビルスーツの開発においては、可変モビルスーツの開発がキーポイントとなっていました。エウゴとアナハイムエレクトロニクス社による共同開発計画、ゼータ計画で開発されたアナハイムガンダムの1機である MSN00100 式も可変モビルスーツ化が検討されていました。しかし、最終的に再び非可変型モビルスーツに差し戻された開発経緯があります。開発の前提として、エウゴは試作型のムーバブルフレームを保有しており、リックリアス以後の機体として格闘専用モビルスーツのフレーム設計を行っていました。その中でフレームを可変モビルスーツ化する案が持ち上がりますが、コンピューターによるシミュレーションの段階で変形時のバインダーの耐久性と駆動部のストレス、ムーバブルフレームの強度の問題が解決できず、可変機としての開発は一度断念され、非可変型モビルスーツとして開発を進めていくことになります。その後、ガンダムマーク2のムーバブルフレームのデータを受けて開発が再度進み、 MSN00100 式としてロールアウトすることになります。機体の設計思想として、機動性、運動性を強化して敵のモビルスーツからのビーム攻撃を回避するというものがあり、その設計思想の下で機体の軽量化と推進力の強化が行われました。軽量化するためシールドも装備していません。また、ガンダムタイプでありながらデュアルアイではなく、 IDE イメージディレクティブエンコードシステム画像管理型符号化装置と呼ばれるセンサーで精密照準時などに赤く発光する仕様になっています。装甲には対ビームコーティングとしての効果を持つエマルジョン塗装の一種が施されておりますが、普通のモビルスーツよりは十分に耐えられるものの期待していた性能までは出せず、敵の攻撃に対しては高い運動性を駆使して回避するという運用を考えられています。推進力としてはウィングバインダーが装備されています。バックパックのウィングバインダーによるアンバック、自動姿勢制御の向上により高い運動性を誇ります。リックリアスよりも高度なムーバブルフレームと12機の姿勢制御バーニアによって細かな動きも可能になっており、近距離戦でのアドバンテージとなっています。武装としては運動性を追求するため非常にシンプルになっています。メインの武器となるのはビームライフルで、後にディジェも標準兵装として携行する武装です。ジムスナイパー通用の XBRM79S を E パック式に改造したもので、出力も強化されており、当初の数倍の性能を誇ります。またクレーバズーカを装備しており、これもリックリアスのものと同型の兵装となっています。これは敵機そのものを破壊するのではなく、内部メカの破損等を目的としているため、通常弾だけではなく3弾も打ち出すことができます。しかし劇中ではブランブルダークが操縦するアッシマーに命中させるも簡単ではなと余裕を見せられたことが非常に印象深くなっています。次に格闘専用に使われるのはビームサーベルで、腰部に2機装備しており、これはリックリアスやネモと同様のものです。最後にメガバズーカランチャーです。100式とほぼ同じ全長のメガ粒子砲であり、本兵装自体にもスラスターが設置されており、必要に応じてアーガマのカタパルトデッキから巡航形態で射出され、射撃の際には砲身と左足をかけるステップアームが伸び、左右の手をかける部分が開いて100式本体に固定され発射態勢を整えます。非常に強力な兵器ではありますが、実際にはどのスギアのカタパルトを貫通できなかったり、劇中でもクワトロバジーナに大きい目標は一発で致命傷とはいかないと明言されています。なぜ外れた？邪魔をする気配があったのか。また一発に必要なエネルギーをチャージするのに時間がかかる上、莫大なエネルギーを必要として随伴機による再チャージを用いても連射が不可能という極端に扱いが難しい兵器でした。おそらくこれは運動性を長所とする100式が固定砲台化する運用は設計段階では考えられてなかった模様で、現場の運用の中でできたオプションであるため、兵器としての完成度が低いことが原因と思われます。とはいえ劇中の最終決戦ではアクシズ軍先陣のガザシー部隊を一撃で全滅に追い込むなどの活躍を見せています。ただし本兵装はハマーン・カーンによって破壊されています。100式は機動戦士ゼータガンダムや機動戦士ガンダムダブルゼータの劇中で活躍しました。性能面ではもともとガンダムタイプとして開発されただけのことがあり、潜在的ポテンシャルは非常に高く、量産型モビルスーツに遅れは取りません。しかし単純にスペックだけを見ると
本編後半などに登場する高性能モビルスーツにはさすがに見劣りするものの、パイロットのクワトロ・バジーナの力量もあって、特に接近戦で驚くべき戦果を上げることになります。これは機体の限界性能が他の量産機よりはるかに高かったからであるとされ、その反面操縦にはやや難のある機体でもあったと言われてます。またクワトロ・バジーナとの相性が良く、これは運動性が非常にいいため、反応が良いパイロットが登場するとそれに応じて動ける運動性を有するためです。当たらなければどうということはない、という言葉を見事に体現した機体になっているのです。逆に凡庸なパイロットが登場してしまうと、運動性を生かしきることができずに被弾してしまうという乗り手を選ぶモビルスーツであると言えます。機動戦士ゼータガンダムではシロッコとハマーンに追い詰められ、終盤まで粘り強く戦うも最終的に大破、コックピットを空に漂流するシーンで作品のラストを飾りました。その後機動戦士ガンダムダブルゼータでもガンダムチームに再配備され登場しています。100式は開発主任である M 長野博士の100年経っても使えるモビルスーツという願いを込めて100式と名付けられましたが、100年とはいかないまでもまだだ、まだ終わらんよ。その名の通り粘り強く戦い抜いたモビルスーツとなりました。本日の解説はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。